皆さんこんにちは。はじめまして。私認定 NPO 人自立生活サポートセンターもやいというところで理事長をしてます大西蓮と申します。今日はですね、プライドハウス東京の、オンライン配信講座にご登壇させていただきました。住まいの確保というテーマ、私たちの活動、もやいの活動をベースにですね、お話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。もやいはですね、生活困窮者の支援をしている団体なので、生活が苦しい方からのご相談を受けしているんですが、セクシャルマイノリティの方からのご相談というのも、毎年ですね、結構多く訪れますので、ちょっとそこを触れながらですね、お話ししていきたいと思います。最初、ちょっと2つ問いというか問題というか、お出ししたいと思いますが、1つ目はこちらで、ゲイのカップルが生活保護の申請に来ましたと、2人世帯での生活保護は可能だろうかということですね。もちろんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんし、ちょっとこういうこと考えてなかったって方もいらっしゃるかもしれませんが、実際今ね、どうしようかなって、迷われている方もいるかもしれません。正解、時間がないので正解をすぐ言ってしまうんですが、正解は、2人での生活保護というのは可能です。ゲイのカップルだろうがレズビアンのカップルだろうが、一緒に住んでいて、同じお財布で同じ家計で生活をしていれば、同じ世帯として見てくれるというのが生活保護の仕組みになっています。でこれは制度的な話ですね。ただ実際にじゃあご自身がその立場になってじゃあ申請に行くってなるとでもちょっと変わってくると思うんですね。なんでかっていうと役所の人に自分たちの状況を説明するというのが、少しハードルに感じたりとか、理解してもらえるんだろうかという不安を感じたりとか、いろんな状況の方いらっしゃると思います。そういった方からのご相談というのを僕らはお受けをしてですね、必要な制度にちゃんとつながれるようにということのご支援をしています。で2つ目の質問はこちらなんですけど、住まいのないトランスジェンダーの方が、困ってしまって寝泊まりする場所がなくなった時に、じゃあ公的な緊急的な宿泊場所って、どんな場所があるんだろうかと。今政治的にいろいろこういう議論起きていると思います。で現場では実際困っている方たくさんいらっしゃるんですね。で、残念ながら、こういった緊急的な宿泊場所の例えばシェルターとか、施設民間公的な場所というのは、いわゆる男性用女性用というふうに結構区切られていてですね、トランスの方だとなかなか入れない入れてもらえないということが、残念ながらあったりします。ただ今コロナ禍ではですね、ビジネスホテルの運用とかをしていて、そこはどんな方でもどういう状況でも、問題なく入れるんですけれども、ここはまだまだ圧倒的な課題かなということがあります。なので、実際こういったご自身の状況がなかなか役所の人にうまく説明できないな、公的な支援として本来利用できるものがあっても、それをためらってしまうという状況があるときに、それをお手伝いするサポートする活動というのを僕らは行っています。ちょっと前後したんですが、自己紹介、簡単にしたいと思いますが、普段もやいという団体で、理事長をしています。でもやいの活動紹介後で、もうちょっと詳しくしますけれども、日本の貧困格差の問題に取り組むということで、生活困窮者への相談支援の活動、というのを行っています。あと私自身はですね、もや以外でも、自殺予防の活動の命の電話の理事をやっていたりとか、あと今政府の SDGs 推進円卓会議というところの構成員をしていたり、あと6月からは、内閣官房、政府の中のですね、孤独孤立対策室というところの、政策参与というのをやっています。私自身現場で支援をしながら、政策にそれをどう、入れていくのかという活動を行っています。で団体の活動紹介、もうちょっと詳しくさせていただくと、もやいという団体は今年で20周年になるんですが、実は生活困窮者の支援ということで活動を行っていてですね、基本は相談支援、年間大体4000件ぐらい、ご相談、コロナ前はですね、ちょっとコロナで相談件数1.5倍ぐらいに増えてるんですけれども、4000件ぐらいご相談を受けして、それから住まいがない方、住まいの確保に困っていらっしゃる方に対して、連帯保証人だったりとか、緊急連絡先、保証人が延べ2400世帯ぐらい、で緊急連絡先は800世帯ぐらいお受けしたりとか、あと2018年にはですね、ちょっと後でもうちょっと細かくお伝えしますが、不動産仲介の免許を取得しまして、物件探しをやって
っています。もちろんNPO なので、町の不動産屋さんと違って物件情報そんなに持ってるわけじゃないんですけれども、ただなかなか、ね、生活が苦しいとかいろんな状況があって、アパートを探すのに苦労する方へのアパート探しのお手伝いというのも行っています。あとは居場所づくりの活動、この3つ、相談と住まいの支援と居場所づくり、交流事業、この3つで、一人一人の方と向き合いながらですね、地域の中で安定して暮らしていけるようにということをご支援しています。プラス、それが対人援助なんですけど、プラスして言うと、じゃあ社会の仕組みを変えていく、現場に見えてきたことを社会に対して発信をしてですね、困らなくても済むような、民間のネットワークだったり公的支援を求めていくということを活動として行っています。でちょっとなんか団体の説明が早口で長くなってしまったんですけれども、ちょっと本題に移りたいと思いますが、我々の団体もご相談年間4000件ぐらいお聞きしていると言いましたが、いろいろ年によっても若干違うんですけれども、セクシャルマイノリティの方からの相談というのも、大体、ちょっとパーセンテージで我々にお伝えしていただいているレベルでも5、6%ぐらいは多分年間あってですね、ちょっとここにどういう相談があるかということをスライドで出しましたけれども、家族と縁が切れていたりとか、あとはなかなか手術であるとか注射であるとかホルモン注射であるとか、なかなか保険適用外だったりでお金がかかってちょっとそれを我慢しているとかできないでいるとか、あと体調が悪くなってしまって働けなくなってしまったとか、あと冒頭紹介しましたけれどもトランスジェンダーの方で例えばシェルターとかで行き場所がなくて困っていらっしゃるとか、あとは同性カップルで周囲に知られたくない大家さんにも内緒にしていて、ただ制度を利用するときにどうしようかとか、あと一番多いんですけど、初めて申請するとか何か制度を使うときに自分のセクシャリティを言わなきゃいけないのかなと、特にトランスの方とかは多いですし、あとゲイのカップルだったりとかでじゃあ申請しようかとかっていうときにも役所の人に理解してもらえるんだろうかとか、そういう相談はすごく多いですね。ただ一方で、そういった特有の困りごとっていうのもあるんですけど、収入が減ったとか失業したとか、あと DV、パートナーからの暴力、これは同性のカップルでもそうですけど、あったりとか、あとはご実家をもう出たい、家族の理解がなくて出たいとか、そういういわゆる生活困窮の相談が実は最も多いんですね。当たり前かもしれないですけど、セクシャルマイノリティの方、例えばゲイの人の困りごとなら多分専門の団体もいくつかあると思うので、そういったところにつながっていく、トランスの方の支援している団体、いろんなコミュニティがあると思うので、そこでつながっていくということもあると思うんですが、私たちのところにも相談たくさん来るんですけど、ほとんどやっぱ失業とか収入減とか、そこで困っていると。でもそこにプラスして、セクシャルマイノリティの方特有の困りごとっていうのが乗っかってくるというか、そこにプラスして困りごとに入ってくることによって、よりどうしようかな、どこに相談行っていいかわからないということで相談来られる方っていうのはすごく多くなっているというのがあります。で、コロナで相談全体が今我々の団体増加しています。で正直我々も生活困窮者の支援の団体として活動を行っているので、セクシャルマイノリティの方の相談を専門で受けているわけではありません。なので相談に来られる方の中で、我々にちょっと話していいかわからないなとか、ちょっといろいろ相談の受付のところにいろいろパンフレットを置いたりしてですね、話せる場だよっていう空気感は作っているつもりではありますけど、でも一方でやっぱり不安を感じたりということでお話にならない方もいらっしゃるので、わからないだけでですね、本当にたくさんの方がお困りになっているんだろうなということを思います。ちょっと全体の話の相談でいうと今すごく増えているよということと、あとこれはそれが端的に分かりやすいかなと思って出すグラフですけど、新宿の都庁下で今毎週食料品の配布の活動をやっていて、その数字を見ていただくと分かるんですけど、去年の4月は100人ぐらいだったのが今350人ぐらいになっていてですね、社会全体として今困っている方がたくさんいると、このコロナでですね。なので当然、男性だろうが女性だろうが、どんな方でもセクシャルマイノリティの方どんな方でも困りやすい状況というのが今すごくあると。仕事がなくな飲食店で働いていて仕事がなくなってしまったとか、日雇いの仕事自体が今すごく減ってしまっているとか、やっぱりすごく生きづらい
しかも支えがない状況にいると、よりその生活が苦しくなりますし、精神的にもかなり追い詰められてしまったりとか、やっぱ苦しい状況というのは今とても社会全体に広がっていると思います。その中でより周囲に理解されていないとか、そういった状況があると、より追い詰められてしまう環境というのが今残念ながらあるかなということは思います。で、生活が特にこのコロナ禍で苦しい方の多くは、正社員でバリバリ働いてたというよりは、もちろんそういう方でもご相談来られた方いらっしゃるんですけど、というよりもどちらかというと、非正規で働いていたりとかですね、派遣、契約、日雇いのような、単発の仕事だったり、あとフリーランスで働いていたりとか、フリーランスで働いてたって言っても、すごいそのお金を稼げてバリバリやってましたっていうよりは、月収20万円弱ぐらいで、なんとか頑張っていたよとか、そういった方が仕事がなくなったり収入が減少して、生活に困っているということで相談を訪れる方が多いんですよね。なのでそういった意味では社会の中でより弱い立場の人が、このコロナの影響というのは、すごく受けてしまっているというのは間違いなくあるだろうというふうにも思っています。で、その中で、特に我々今回、今回というかこのコロナ禍で課題だなと感じているのは、やっぱ住まいの部分の支援というのがやはり圧倒的に足りないということを思っています。で、もちろんそのもともと持ち家だったり自分のアパートを借りてるよっていう人は、生活保護だったり、いろんな貸付の仕組み、あと住居確保給付金という家賃の補助の仕組みがあるんですけど、それをなんとか活用してですね、家を失わないでですね、在宅でちゃんと支援を利用するということが、多分きちんと支援につながればですね、できるんだろうと思うんですが、ただその住まいを失ってしまった時の、受け皿の問題というのがもともとあったんですけど、このコロナで、より如実になっているかなと思っていて、例えば住み込みで働いていた、それから友達と居候していた、あと例えばカップルで同棲していたとしてもちょっと関係が悪くなって例えば出ていくことになった、その時にじゃあどこに行こうかっていうところですよね。お金があれば、なんとかなるかもしれないけれども、お金がなかったら困ってしまう。でそういう時に実家とかっていうカードが切れるとですね、なんとかなれる可能性はあるわけですけど、ただなかなか、実家も経済的に困っていたり、あと、そもそも家族との関係性が非常にもう良くなくなってしまっている、かなり難しい状況になってしまっている、そういう方も多いかなと思いますし、そうなると一気に困りやすくなってしまうということがあって、それがコロナでより、顕在化している、より見えているかなということは思います。で実際そういった支援自体もですね、いわゆるシェルターみたいなものは一応あるんですけれども、今コロナということもあって新規の受け入れを少し制限していたりとか、あとね、先ほどから何回か紹介しましたけれども、例えばセクシャルマイノリティ、トランスジェンダーの方とかだとなかなか受けてもらえないみたいな差別の問題もあったりとか、ビジネスホテルの運用が一部始まってますけれども、なかなか支援者だったりサポートする人がいないとそこにつながれなかったりとか、やっぱりいろんな課題が出てきている受け皿の部分ですね。プラス、じゃそういったシェルターなりビジネスホテルなりに受け皿があったとして、そこから次のアパートに移るっていうところにももう一個大きなハードルがあって、これちょっとこの後お話ししたいと思いますけど、アパートを借りるのってやっぱり意外と結構大変だよねと。実家を出るときとか、例えば親が保証にやってくれる、そういうことはあるかもしれないですけど、やっぱそこでアパートに移るっていうところに、ハードルがあって、そこで支援が途切れてしまう、支援が続かない、支援が足りないことによってその方が困ってしまう状況っていうのが、残念ながら見えてきているかなと思います。で、ちょっとだけその整理をしたいなと思ってこのスライドを作ったんですけど、やっぱり一度住まいを失うと、またそれを回復するとやっぱ結構大変だよねということで、アパートを借りるときに、皆さん一人暮らしとかしてる方だと、どんなことしたかなって思い返してもらいたいんですけど、まず初期費用がかかりますよね。これ東京は高いんですね。地方によっては微妙に金額が、もうちょっと低くなったりとかあると思いますが、初期費用はだいたい30万円弱かかります。敷金、礼金、仲介手数料とかですね、火災保険料とか、かかってきますので、一定それが用意できなきゃいけないですよね。なのでもう所持金が10万円ぐらいってなると、結構アパート借りるのはしんどくなってくるということですね。それから当然収入がある程度安定してないと
大家さんの審査に落っこちてしまいます。ただ大家さんからすれば無職の人と、正社員の人どっちをねお部屋に入れるかって言ったら、残念ながら正社員の人を入れてしまうので、やっぱ仕事がある程度安定している、収入のめどが立っている、生活保護を利用しているっていうのは逆に生活保護でも OK だよって物件であればプラスになることはありますけれども、収入がある程度安定していなきゃいけない、それから保証人を求められることすごく多いですね。家族の保証人、もしくは近年保証会社がすごくありますけど、保証会社使う場合も家族と一緒にだったりとか、緊急連絡先を家族がやることが条件だったりとか、結構最近厳しくなっていますし、保証会社はそれこそ過去に滞納したことがあったりするとなかなか利用できなかったりする場合もあるので、ここも人によっては難しい、それから身分証明ですね。で身分証明、住民票、銀行口座、印鑑、いろいろありますけれども、ここもなかなか長くネットカフェ生活とかになってしまったりすると揃えられないとか、いろんな課題がある場合もあります。過去にお会いした方の中で性別の違和があって、その身分証明を使いたくないと、身分証明書をですねということをもおっしゃられた方何人もお会いしたこともあります。それから連絡先、携帯電話ですよね。これらを揃えるって結構大変なんですね。で例えば、例えば架空の事例ですけど、じゃあ同性のカップルで、2人とも頑張って仕事してました。でもコロナで片方がですね仕事できなくなっちゃったと、仕事がなくなってしまった、で関係が悪くなってしまって、じゃあ同性を解消しようかと。でお金のない方が出ていくことになったとしましょう。架空の話ですね。アパート借りるのって結構大変だと思います。だって無職だから。でお金がそんなになかったらアパート借りるの大変です。実家を頼れるとか友達のうちに居候するとかができればまだいいですけれども、そうじゃないと何日までに出てってって言われても、困ってしまうわけですよね。もちろん円満なお別れであればそこで話し合いができるかもしれないですけど、例えば DV だったりそういった事情があると、緊急性も高まりますから、そもそもすごく大変な状況になるわけですよね。そういったアパートを得る、アパートを借りる、住まいを得るっていうことがまだまだすごくハードルが高いということが、まず経済的に困窮するとですね、すごくあるということはぜひ知ってもらいたいなというふうに思いますし、それが多分住み込みで働いているとか寮付きで働いているっていうふうになると、仕事を失うプラス住まいを失うという可能性があるということは、残念ながら今の社会の中で起きてしまっているというのがあります。でプラスして言うと、やっぱ入居差別の問題もあると。今のはアパートのお金とかそういう諸条件ですけれども、大家さんの持ち物なんですね。民間の賃貸住宅を借りるには大家さんの OK をもらわなければいけない。でこれがなかなか高齢の方だったりとかシングルマザーだったり、病気や障害がある方もそうなんですけど、まだまだセクシャルマイノリティの方に対する、入居差別の問題もあります。もちろん言わなきゃわからないっていう状況の方もいれば、でもなかなか分かってしまう、生活する中で、知られてしまうことってどうしてもあると思います。そこの差別の問題っていうのが、近年だいぶ減ってきたと思いますけど、まだまだ残っている。なのでアパート借りたくても借りられないという方がたくさんいるということがあると思います。で結構時間がなくなってきたんで、少し、今はちょっと暗い話したので、前向きな話をして終わりたいなと思うんですけど、我々も、実は2018年に不動産事業を立ち上げました。で正直でも NPO なので基本は支援が仕事というか役割なので、正直不動産探し上手じゃありません。町の不動産屋さんの方がネットワーク持ってますし、住まい探し上手なんですけど、やっぱまだまだ入居差別の問題があったりとか、あとそもそもその住まいを探している方の、味方になってというか、その方と一緒に探すっていうことを、やっぱもっとちゃんとしていきたいよねっていうこともあって、なかなか物件見つけるの上手じゃないんですけど、住まい探しの事業というのをやってます。この3年間で多分200人ぐらいの方からご相談をお受けしていて、でちょっと個別のお話は言えないですけれども、セクシャルマイノリティの方からご相談を受けて物件探しをしたという事例もあります。でなかなかまだまだ地域の不動産屋さんとか、役所とかもそうかもしれないですけど、理解が進んでいない中でですね、じゃあどういう条件がいいかとか、どういう物件がいいかとか、あと一緒に暮らす人の状況とか、どっちかというと僕ら生活困窮者の探しをしてるんですけど、その条件の中でどういう物件があるかとかっていうのを一緒に探しながらということをやっていますし、我々、まだまだ小さな団体なので少しずつやれることは少しずつなんですけど、ただこういう取り組みはいろんな NPO の中でも少しずつ広がっているかなということはこの間思っているところかなと思います。
で、プラス今これライフルさんという会社、不動産のポータルサイトやってる会社なんですけれども、ライフルさんでもですね、LGBTQ フレンドリーな不動産会社ということでサイトを実は作っていて、フレンドリードアという名前なんですけど、外国籍とか LGBTQ シングルマザーとか、あと生活保護を利用しているとか、いろんな状況に応じてですね、それをフレンドリーな不動産屋さんみたいなリストをウェブ上で出していてですね、検索できるようになっていまして、実はこういうフレンドリードアの立ち上げにも僕らはいろいろアドバイスをさせていただいてですね、やっぱり少しずつでも理解を広げていくっていうのと、本当に誰もが当たり前のように住まいを得られるような社会に、徐々に良くなっている部分はあるんですけど、まだまだなっていないところをどう変えていけるかということを一緒に取り組んでいたりしますので、ぜひこのフレンドリードアは、使っていただきたいです。逆にここで使ってちょっとうまくいかなかったって場合は、ライフルさんとか僕らに教えてくれればこう直そうぜっていうのを全然言えるので、一緒に作り上げていきたいなというふうに思いますし、あとこの動画見てくださっている方一人一人が、我々もそうですけど、誰もが安定した住まいを得るために、自分が何ができるかなと、どういう社会になったらいいのかなということを考えてですね、取り組みを続けられればすごくいいなということをお伝えしてですね、私の話は終わりたいかなと思います。すいません、長々と20分喋らせていただきましたが、どうもありがとうございました。でもやいもご相談をお受けできると思いますし、逆により詳しい団体におつなぎすることもできるかもしれないので、ぜひご自身がお困りごとを抱えていたり、またお知り合いの方、友人知人とか、同僚でもどういう状況の方でもいいですけど、もし困っている状況の方がいらっしゃったら遠慮なく、我々もそうですし、プライドハウス東京でもいいですし、ぜひ声をかけてもらえたらなと思います。ありがとうございました。